チャレンジ皆さんこんにちは。市民ランナーのランチョでございます。いつもご視聴本当にありがとうございます。というわけで今回は水野さんの、ホームページにお邪魔しております。珍しくなんですけれどもね。はい、水野の公式サイトに来ておりまして、そして今この出しておりますけれども、こちらですね。ウェーブリベリオンフラッシュ2というシューズ。このシューズについてちょっとね、語っていきたいと思うんですけれども、なんでかっていうと、先日このシューズを履いてみたんですね。で、試し履きをして、実際に走ってみたんですけれども、これめちゃくちゃ良かったです。はい。感触としてめちゃくちゃ良かったので、これね、会う人にはね、バチッとハマると思うんで、今回ね、紹介していこうと思うんですよね。試し履きしたのはですね、横浜スタジアムで開催されておりましたリレーマラソンに出たんですよ。チームチャレンジョイで4人パーティーで出たんですけれども、でそこで水野さんのブースがあったんですよね。で、いろんなね、シューズ、このリベリオンフラッシュ2とか、リベリオンプロとか、あと、水野のネオゼンとか、あとウェーブライダーとかね、いろんなシューズを試し履きすることができて、かつそのリレーマラソンでそれを履いて走って OK っていうね、そういう感じだったので、なんとね、最初は自分の履いていったエボライドスピード2で走っていたんですけど、エボライドスピード3か。で走っていたんですけれども、後半ね、もうね、10周近くになった時、10回目ぐらいになってきた時に、ちょっと味変じゃないですけれども、違うシューズ履いて走ってみたいなっていうふうに思いまして、で、その時にこのウェーブリベリオンフラッシュ2がサイズあったので、履いてみてですね、面白いと思って、そのままね、3回ほど、3周分ほどね、履いて走ってみました。で、走ってみたところ、新感覚ですね、これね。めちゃくちゃいい。面白いです。はい、面白い。で、これまでシューズっていうとね、かかとがその分厚くなっている厚底シューズとかね、あるいは前足部の方からね、こうカーボンプレートが入ってとかあるんですけれども、その前足部でもかかとでもなく、土踏まずのところですね、中足部のところ、土踏まずのところで走ってる感じが、感じられて、これは面白いなって思ったんですよね。毎回走るたびに土踏まずのところになんか柔らかいクッションみたいなものがあって、でそれを潰して前の方に走っていくっていうような感じですね。これちょっとね、言葉で言ってもなかなか難しいと思うんで、ちょっとね、水野のお店とか、いろんなスポーツショップでまずは足入れてみてほしいなと思うんですけれども、この感覚は新しくて面白いなって思いました。で、そのね、土踏まずのところで踏むクッションが、なんかこう、ポムポムした感じで、そういうクッション感でちょうどいい反発をくれる感じなんですよ。でね、これ入っているプレートがですね、カーボンプレートじゃないんですね。はい。このシューズもプレート入っているんですが、グラスファイバーナイロンプレートっていうのが入っているんです。はい。で、詳しいことはランチョもまだわからないんですが、お店の人っていうか、その水野のブースにいた人に聞いてみると、やっぱカーボンよりもちょっとこう柔らかい感じのプレートになっているんですよね。なので、足なじみがいいっていうか、すごくこう、カーボン初めてなんだけどとか、これから履いてみたいなっていう人にはいいのかなっていうふうに思いました。あんまりカーボンのそのバインバインした感じが強いとですね、やっぱり足の裏とか、いろんなね、膝とか股関節とかの、故障が心配になってきますが、ちょっと柔らかめのこのグラスファイバーナイロンプレートであれば、これまで履いたことがない人でもちょっと入りやすいのかなって感じはしました。はい。で、これ価格が18,700円なんですよ。プレート入りのシューズ、グラスファイバーのナイロンプレートですけれども、プレート入りのシューズで、しかもこのね、良質なクッションが面白い感じに配置されているね、新しいなんか新時代のシューズって感じですけれどもね、このシューズが18,700円っていうね、定価は結構お得なんじゃないのかなっていうふうに思いました。はい、こちらもね、今公式の方で18,700円というふうになっているんですけれども、お得っていうか、割とリーズナブルっていうか、お値打ち価格なんじゃないのかなっていうふうに思いました。で、これね、水野さんの公式サイトのところでね、今この 30% オフっていうのになってるんですよね。はい。なので、ちょっとね、これ発売時期いつだったかな、もうある程度経ってると思うんですが、30% オフを公式がやるぐらいの時期にはなっておりますんで、今一度ね、ちょっとカーボンシューズじゃないけれども、そういうね、カーボンプレートのシューズに興味があるとか、いつか履いてみたいなって方なんかは、このシューズ、まずはお試しで履いてみるのありなんじゃないのかなっていうふうに思いました。でね、これちょっとね、水野さんのね、公式サイトに対する、なんていうか、クレームじゃないな、ちょっとしたこう気づきなんですけど、30% オフってきたらね、ここにね、30% オフの価格ちょっと出してほしいなと思ったんですよね。で、この価格見るのどうしたらいいんだろう、ここ押すのかなと思ったら、これ押すとこういう感じなんですよね。いやいや、これをやる前にちょっ
とさっきの画面でこの時点でねちょっと 30% オフの価格出しておいてほしいなって思ったんですよね、水野さん。いや、そんでその価格で買いたいっていう人はじゃあここをクリックしてくださいみたいな感じだったらまだわかるんですけど、 30% オフってどのくらいの感じだろうなっていうのがねちょっと視覚的にわかるといいなと思いました。あとね、視覚的なことで言うとですね、すいません、ここのもちょっとね気づいたことがあってですね、このねグレーベースのところにこのピンクみたいなやつはちょっと目がチカチカして見づらいなと思いました。こっちとこっちはまだいいんですけど、この真ん中少しねちょっと見づらいなっていうふうに思ったので、ここもちょっと、カラー変えてもらえたらいいなっていうふうに思いました。すいません、個人的な気づき言ってしまいましたが。でね、実は、それで Amazon の方を覗いてみるとですね、はい、こちら来ました。リベリオンフラッシュ2、これね 40% オフやってます。はい、40% オフで 11,230 円でこちらのシューズ買うことができます。はい、なのでもう半額近い、お値段が下がってきているような状況なので、これね、このシューズでこの価格で買えるんだったら一足持っておいても全然いいんじゃないのかなっていうふうに思いました。特にサブ4界隈でレースシューズ探してる方、今シーズンのねレースシューズ何にしようかなって考えてる方は一つこれね選択肢として、上げておいてもいいんじゃないのかなっていうふうに思いましたね。ただしなんですけれども、このシューズ履いて、ランチョ少し走りましたが、曲がり角とかね、急カーブなんかには不向きかなというふうに思いました。この画像を見てもらえればわかると思うんですけれども、非常にね厚底なんですけれども、幅っていうかね結構タイトな作りになっておりまして、本当だったらもうちょっとこうぐわっとね安定感が欲しいところなんですけれども、このシューズの特性を生かすためなのか、それともねより軽量化をするためなのか、結構そのタイトな作りになっておりまして、曲がり角とかは足元ぐらつくっていうか、足首のあたりがぐねってなりやすいと思うんで、なるべく直線が多いようなマラソン大会っていうかね、そういったところで使うのがいいのかなっていうふうに思いました。あんまりね今回そうだったんですけれども、くねくね曲がるようなコースとか曲がり角が多い時なんかはちょっとね、デメリットの方も大きくなってしまうんで注意してほしいなっていうふうに思いました。一回ね足元をこうくじいてしまってね、足ぐねってしまうとですね、タイムとかね新記録 PB 出すとかっていう以前に DNF になってしまう可能性も出てきてしまうんで、この辺は注意が必要かなっていうふうに思いました。あとはね、これ見えておりますけれどもね、このグレーのところがグラスファイバーのプレートになっているんですけれども、先ほどね柔らかめでカーボンプレートよりは馴染みやすいんじゃないかっていうふうに話しましたが、言うてでもねそれ一応プレートではあるんですよ。ここね、グラスファイバーとはいえプレートが入っておりますんで、これで長距離速いスピードで走った場合にはですね、やっぱり測定とかいろんなところに負荷はかかってくる可能性がありますんで、ある程度の距離でちょっと試してみて大丈夫かなどうかなっていうのを確かめた上でフルマラソンとかで使うことをお勧めしたいなというふうに思います。ランチョも今回ね短距離で走ってみただけなので、このねプレートが実際にフルマラソンで使ったらねどうなのかっていうのはまだ検証しておりませんので、そこら辺は注意していただけたらなというふうに思います。ここのね、今グレーに見えてるところにプレートが入っているのかなというふうに思うんですけれどもね、ここのところね。じゃあこのシューズねどんな人におすすめなのかっていうとですね、サブ4前後ぐらいの記録を狙う方のレースシューズとしておすすめかなっていうのが一つあります。それから、ある程度ランニングやっていてですね、自分のランニングにちょっと変化が欲しいなっていう方ですね。いろんな厚底シューズも試したし、いろんなカーボンシューズも試したけど、ちょっとね味変したいなみたいな感じで変化が欲しいなって方なんかはこういうシューズ履いてみると、ちょっとねフォームとかいろんなところにも変化が出てくると思いますんで、面白いかもしれません。それから先ほども言いましたが、将来的にカーボンプレートとか試してみたいなって方の入門編みたいな感じでこのグラスファイバーのプレートを使ってみるのもありかなっていうふうに思いました。ランチョも履いてみてすごい面白い感覚だし、スピード出るなって思いましたね。中足部からこうね前傾姿勢でポーンとね前の方に押し出される感じでスピード出しやすいなっていうふうには思いました。ただ今回試し履きしただけなんでね何とも言えませんが、この中足部で走る感覚みたいなものがね本当にしっかりと体に身についた挙句っていうか、その先はですね、もしかしたらこのシューズじゃなきゃもう走れない体になっちゃうんじゃないのかなっていうふうにはちょっと思ったんですよね。ある程度ね走力がついた後に違うカーボンプレートとか履いてみようかなってなった時に、もうミズノのこのフォルムのねリベリオンプロとかありますけれどもね、このフォルムのシューズしかちょっとね自分は使えないなっていうような体になってしまうのかなとも思いました。そんなことないとは思うんですけれどもね、はい、それくらい他のシューズとはちょっと違う独特な感触でございまして、この分厚いここら辺で走る感じが非常に面
面白いなと、そんな感想を持たせてくれたシューズでございました。最後にね、せっかく公式来ておりますので、商品の説明についても少し見ておこうかなというふうに思います。前作より大きく進化を遂げたフルマラソン3時間から3時間半以内のタイムを目指すランナー向けのレースシューズと、結構だからサブ4よりも速いところのタイムでゴールするランナーさんが想定されているんですね。ここはちょっと意外でした。推奨ペースは3分半から5分ぐらいですね。キロ3分半から5分ぐらいが想定されているみたいでございます。ミズノ独自のスピードテクノロジー、スムーススピードテクノロジーを今作より搭載と、フォアフット走行に近い効率的なランニング動作に導き、ふくらはぎ周辺の筋肉を疲労しにくくすることで目標達成をアシストするということらしいです。ガラス繊維で強化されたナイロンプレートを上下2枚のフォーム材で挟み込む3層構造のミッドソールが履きやすくも高いクッション性と反発力、安定性を生む。足に近いトップミッドソールにはウェーブリベリオンプロ2にも搭載されている水のエナジーライトプラスを採用し、柔らかい足当たりを実現。ボトムミッドソールには水のエナジーフォームを採用し、ウェーブリベリオンプロ2と比較してより優しい履き心地に。アウトソールもラバーソール仕様で癖がなく柔らかい接地感覚。レーシングラストを採用したアッパーにはインナーストラップも配置し、高速走行中の足ブレを抑えるというふうに書いてあります。ソールの波型構造というね、この水のウェーブが使われているのと、それから水のエナジーですね、柔らかさと反発性に優れたミッドソール素材が使われております。それから水のエナジーライトプラス、これが足に近いトップミッドソールっていうところに使われておりますと。あとはスムースライド、着地から踏み出しまでスムーズな足運びを可能にする独自のソール設計っていうのが使われているのと、あとこれですね、スムーズスピードアシストということで、つま先からかかとへの独自のソール形状によって筋腱の負担を軽減し、スムーズなフォアフット設置をアシストということで、どちらかというとかかと設置じゃなくて、フォアフットの方に導いてくれるような、そんなシューズなんだと思います。いろんなラインナップがありますけれども、ウェーブリベリオンフラッシュ2はここにありますね。ここにあります。18,700 円でサブ3から4ぐらいですね。あとポイント練習で使えますと。クッションレベルは星5個中の3つですね。反発レベルは5個中の4つ。片足27センチで 245g という風になっております。ソールの厚みは 34.5mm から 35mm と、ドロップはすごく少ないんですね。ウェーブリベリオンもですね、このようにいろんな種類がありますので、その中でも今回ランチはこのね、フラッシュ2を履いて面白いなと、サブ4とかでも使えるんじゃないのかなというふうに思ったんですけれども、皆さんもぜひお近くのショップなんかでね、試し履きする機会がありましたら履いてみてほしいなというふうに思います。さすがにこっち側は履きこなせないと思いますんで、ランチョはね、もし使うんであればこっちかなというふうに今回感じました。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ランチョでした。バイバイナイスランチャレンジ。